電気住職三木大雲です。本日は怪談説法を始めさせていただきます。今回のお話はですね、とある、私が小僧時代というかもう子供時代、まだお坊さんのおの字もないような時代に、ちょっとある老僧から、お聞きした話なんですね。これ実はどこどこのお寺の誰々っていうのがはっきりしてるんですけれども、この話をここでしますと、そのお寺さんにちょっとご迷惑がかかる可能性があるので、名前は伏せさせていただきますけれども、幼少の頃にとある老僧からお聞きした話を本日させていただきます。この老僧はですね、非常に信心深くてですね、お坊さんなので当たり前なんですけれども、いろいろな方法で、いろいろなお守りをご自身でお経にのっとった形で作られてたんです。そして私の子供の頃といっても、そうものが少なかった時代ではないですけれども、いろいろなものをお守りに改造するというか、ちょっと加工されたり、極力、新しいものを使わずにあるものを、転用する形でリサイクルする形で、いろいろと作られてたんですね。私幼少ながら子供ながらこのお坊さんを見ててすごいなと思ってたんです。なぜかと言いますと、この方の作るある特殊なお守りがあったんですね。このお守りの作り方も、この方から幼少の頃に聞いて、しっかりと覚えてるんですけれども、どういったものかと言いますと、ご先祖さんのお墓に行かれますとですね、これは宗派にもよるんですけれども、塔婆供養というのをしてますね。で、塔婆というのは何かというと、ストゥーパっていう言い方をするんですけれども、インドでですね、ストゥーパっていうと塔という意味なんです。塔を建てる。塔の、塔を建てて亡くなった人を供養するのが最高の供養であるとお経の中に出てくるんですね。そのストゥーパがどんどんと音写されまして、音だけが伝わって、ストゥーパ、ストゥーパ、ストゥーパ、ストーバ、ソトーバになって、今日本ではソトーバという言い方で、お墓の後ろに木を立てますね。で、ソトーバよく見ていただくと切り込みが入ってて、塔のような形してるのは、実は塔を建てて供養すべしという意味で、塔婆を建てるわけです。で、このお塔婆を建てていますと、雨風にやられてですね、どんどんと塔婆が古くなっていくと、色が抜けて、茶色くなってきたのがだんだんと白く黒くなってくるんですけれども、そうなってきた塔婆をスッと抜いてですね、このぐらいに切りましてね、それでちょっと文字を書かれてお守りを作られるんです。そして私幼少の頃にそれ何って聞きますとですね、これは神様の入ったお守りだって言うんですね。この木の中に神様が入ってる、その老僧が教えてくれるんです。でふーんって言ってたら、これはその方のお墓から取ったお塔婆ですから、この、先祖代々の家の方に渡すお守りになってるんです。で、たまにですね、その老僧が、あなたのお墓の塔婆を今お守りにしたから、すぐに取りに来なさいなんていう電話をされるんです。そうしますと、そのご家族の方が取りに来られて、これを持ってなさいって言って渡すんですね。ところがですね、この渡される方っていうのが今思えば、いわゆるあまり信心がない、信仰心がないと言いますか、あまり神や仏の存在すらも疑ってるような方が多かったんですね。で、その方にわざわざ渡されるんです。そして渡す時にこうおっしゃるんですね。これはただの塔婆の切れ端じゃない。私がここに文字を書いた、お経を書いた。だからこの中には神や仏が宿っているからそのつもりで持ってなさい。そう言って渡すんです。で、渡すシーンも子供ながらに見に行ったりしてましてね。で、よく行くとお菓子やみかんをくれましたんで、こたつに入りながら一緒にみかんを食べながら渡すシーンを見たり、夏場は夏のスイカを食べながら、そうすると時々そういう方が来られて渡されるんですけれども、ずーっと何度も渡すシーンを見てますと、これ変化があるんです。どういった変化かっていうと、じゃあ今日あなたこれ持って帰りなさい。神や仏がこの中に入ってるから大事にして持って帰りなさい。そして1年後ここへ持ってくるんやでって言って返されるんですね。そうしますと、その方が帰られた後に私の方に来て、あの人は多分来月か再来月に怖い言うて持ってきはるわ。そう言うんですよ。どういうことって言ったら、いやいや、あの人はもう何ヶ月も
お守りを持ってられへん。もう怖がって返しに来はるから覚えとき。そんな風に言われるんですね。で、ああ、そうか、さっき来たおじちゃんの顔覚えとこうと子供ながらに思ってますと、また数ヶ月後すると、この男性がお守りを返しに来るんです。やっぱりちょっとこのお守り持ってるの怖いんで、そう言って返しに来るんですね。で、子供ながらに、ああ、老僧が言ってた通りのことが起こってるなと思いながら見てたんですけれども、そうしますと、ああ、そうか。お前なんで怖いから返しに来たんや。この老僧がその方に聞いてるんですね。そうしますとその方が、いや、実はこのお守りを持ってからいろんな悪いことが起こるんですよ。なんか神や仏が入ってるとかいい加減なこと言われましたけど、多分入ってないですよ。そんな風に返しに来られるんですね。そうしますと、私の方をちょっと、この老僧が呼ぶんです。で、私が何々って行くと、前回のこの人覚えてるかって言うんで、あ、覚えてる。私なんて言ったって言って私に言わすんですよね。で、私が、なんか怖いって言って返しに来るって言ってはった。そう言うと、この渡された男性がですね、どういうことですか？私が返しに来るの分かってたんですか？そう聞かれるんですね。そしたらこの老僧が、いや、分かってた、実は。お前はおそらく怖がって返しに来るだろうな。そういう人間だろうなと思ってた。こんな話されるんです。どういうことかというのを、後に実はこの老僧からお聞きしたんですけれども、あのお守りは神や仏が宿ったお守りなんですね。それプラスお墓に挿してあったので、ご先祖さんもその中に見守ってられる。見守ってくださってるということはどういうことかというと、ちゃんと見てられるということ。言い方を変えますとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、監視されてるんですね。で、実は人を選んで渡してられたんです。どういうことかというと、多責な人を選んでこのお守りを渡されてたそうなんですね。いわゆる人のせいにしやすい人。俺のせいじゃなくてあいつのせいで自分はこうなったとか、あるいはご先祖様に手を合わせてこんだけやってるのに何の見返りもないと言ってみたりする人を選んで、当場を切ってはお守りにしてお渡しされてたんですね。で、この怖い思いというのは何かというと、そのお守りを持って帰ると数日すると自分の行いが夢に全部出てくるそうなんです。そして、あの時に人を叱責したな。お前はここで誰かに悪口を言ってるぞ。知らない人が出てきて夢の中でそんなことを言ったり、金縛りにやたらあったり、いわゆる霊的現象がいろいろと起こるそうなんですけれども、それはあくまで神や仏、ご先祖様が持ってきた、いわゆるお前の心根を直しなさいという教えなんだというふうにこの老僧はおっしゃるんです。今私もね、実はこれをつくづく感じる出来事が日々あるんですね。ここからは少し誤解なきようにしていただきたいんですけれども、私のお寺でもですね、いろいろなお守りを出させていただいたりするんです。で、ちょっと前の配信どこかでお話ししたかもしれませんけれども、私のお寺で出すお守りやお札っていうのは、もう私がですね、一つ一つ、お経をあげて、で、万水香という言い方をするんですけれども、お水あるいはお香、もちろんお経、そういったものをずっと、やってですね、そして一つ一つ、袋に詰めて皆様のお手元にっていうふうにやってるんです。で、これは、この中にどうか、このお守りを持った方がですね、今よりも少しでも、いいことがありますようにとか、なんかご健康が悪い方にはどうか、病気が少しでもマシになりますようにという私が念を加えてお渡しするわけですが、それを持ったからといって人生がもう急に好転するかっていうとそうでもないんです。これを持ったからといってそれだけで変わるわけではないんですね。どういうことかと言いますと、今回のお話のように神様、仏様がその中に宿っている、私の念も宿ってるんですけれども、それをもっと大きなものにするためには、その方ご自身の生き方も大いに関係するんですね。ですから、日蓮宗では特にこういう言い方するんですけれども、自他力本願という言い方するんです。他力だけではなくって自力も必要だという意味ですね。この自力っていうのは私たちの努力です。そして他力っていうのは、仏様、神様のお力ですね。この両方が必要なんだというのを自他力本願という
言い方をするんですね。ですから、他力本願ではなくて自他力本願。要するに、自分も頑張らないといけないんです。もう、このお守りを持ってる以上は、好き勝手人を罵倒してね、やりたいようにやって、それでもお守りが守ってくれるから、私は大丈夫なんだと言って、まかり通るようなものでは決してないんですね。ですから、ご自身がお守りを持った以上は見てくださってるので、しんどいながらも頑張っていると必ずご神仏が後を押してくださるようにできているのがこのお守りなんです。ですがですね、これもちょっと今日は、誤解を恐れずに申し上げますと、EC サイトの方でもお守りを、お分けしたり、もちろんお寺の方でも土曜日、日曜日は空いてますので、土曜日、日曜日、受付の方でお守りをお買い上げいただく方がおられますが、中にはですね、非常に、これで買って持って帰って悪いことがあったら責任を取ってもらえますかっていうご質問をいただいたりですね、もうちょっと3日ほど持ってたけどいいことないから返しますというふうな方もおられて、お金を返してくれって言って、言われたり、する方も非常に多くおられます、実は。で、これですね、決して持ったから悪いことが起こるっていうことは私はもうないというふうに思ってるんですけれども、たまたまその時に持ったからそれで自分が好き勝手やったり、あるいは人のせいにいろいろするようなことがあれば、今回のように見守ってはくださってるんですけれども、神や仏様は私たちの行いを見ておられますので、お守りを持ったから横柄な態度をとっていいか、それは決していいことではないですね。で、お守りを持ってるから車を飛ばしても交通安全を俺は持ってるんだって言ったら、これ必ず、事故につながりますから、決してそういうことはやめていただきたいなというふうに思います。こういったことを、言わなくちゃいけない時代に今あるんだなということを最近常々感じるようになってきました。どうかこれをご覧の皆様はですね、そうでは決してないとは思うんですけれども、他責にするんではなくて、自分の責任の上でいろいろとしていただいて頑張っていただくと、必ず神や仏が見てくださっておりますので、しんどいなと思っても拗ねてしまったりですね、怒りに心をとらわれたりしないような生活を送っていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。